精密工業さん。3はゲーマーフィンガー、サムドクサ、銀軸、赤軸、茶軸、黒軸、クリア軸、青軸です。早く反応してくれますよと。我々格闘ゲーマーにとってうってつけの軸ではないでしょうか。全然わかんないで。僕が使っているデバイスのボタンなんですが、こちらの軸は使っておりません。皆さんこんにちは。ロート G の時戸でございます。この格好を見ればね、皆さん分かっていただいているとは思うのですが、本日は格ゲー研究室の第6回目でございます。格ゲー研究室とは、格闘ゲームに関する様々なことを科学的に検証していく番組となっております。本日は何をやるのかと申しますと、前々ね、ボタンのことに関して、おいおいやっていきますということを言っていたので、これはチェリーのロープロファイルキーボードボタンを受けれる唯一のボタンとなっております。わかるかなここら辺もおいおいやっていきますので、今回はこのボタンに関する研究をやっていきたいと思います。僕が格闘ゲームをやりにゲームセンターに行った頃の話からさせていただきますと、これ僕の印象なんで本当に正しいかどうかちょっと怪しい部分はあるんですけど、一番最初にね主流だったのはおそらく精密工業さん、精密さんのボタンが、アーケードで使用されていたイメージが強いです。でこちら、精密工業さんのボタンでですね、押した感じ、このカチカチなって気持ちよくプレイできるということで、おそらくは広まったっていうのも理由としてあるんだと思います。続いて、広まったのが3話。で、こちらが、3話デイズさんのボタン。おそらく新しいタイプなんで、昔のタイプとは違ってますね。これかこれのどっちかでしたね、大体。僕がゲームセンターに通ってた頃は、ちなみに僕が働いたゲームセンターでは、2D サードストライクとかは精密を使っていた気がする。で、鉄拳とかは3話。昔はアーケードに行って、そこのアーケードの筐体でゲームをするっていう感じだったんですが、今では家庭用でプレイすることがもう主流になっており、自分のデバイスを自分で買ってとか自作して、それでプレイするというのが主流になってきております。そこで、ゲーマーフィンガーという、新しいボタンが出てきまして、特にストリートファイター系のプレイヤーは一気にそっちに、流れるという現象が、起きたわけであります。一番大きな特徴はですね、こちらスイッチ。このゲーマーフィンガーのスイッチはいわゆる、PC のキーボードで使われているスイッチを使うことができる。で、キーボードのスイッチっていうのが多種多様なものがありまして、でそれを使えるっていうことで爆発的な人気を得た、代物となっております。ゲーマーフィンガーだと、いわゆる、一般的なキーボードに使われている、チェリー製、チェリーさんっていうまたメーカーさんですね。チェリー製のスイッチだとか、カイホア。僕らカイルって呼んじゃってますけど、カイホア製のスイッチを使うことができます。でですね、今回、このゲーマーフィンガーのスイッチを、たくさん持ってきてですね、中身、チェリー製のスイッチ、先ほど言ったね、キーボードで使われているスイッチ、様々な種類があります。で、こちらのまず紹介からしていこうかなと思います。で、こちら様々なカラフルなキーボードのスイッチが並んでいるわけでありますが、それぞれ特徴があります。で、こちら、色別に分かれているので、この色で説明します。銀軸、赤軸、茶軸、黒軸、クリア軸、青軸です。じゃあ、つけちゃいますね。で、ちょっと、つけます。一緒手伝って。
はい、じゃあこちら、順番通りにつけまして、ボタン、こっちの外側にもくっつけました。で、それぞれの特徴について軽く説明しますと、まず銀軸。これね、おそらく一般的だと思います。ストロークが 1.2mm。で、これ 1.2mm の、キーボードが一番売れてるらしい。キーボードでも、一番主軸じゃないかなと思います。ストロークが 1.2mm の銀軸は、ボタンが押されるまでの距離が短いので、早く反応してくれますよと。我々格闘ゲーマーにとってうってつけの軸ではないでしょうか。押し心地はこれね、押し心地にも3個種類があって、リニア、タクタイル、クリック。この順で音が鳴りやすくなります。で、続きまして、赤軸です。これはクリックなの？これ違う、タクタイル？タクタイル。ちょっとごめんなさい、調べます。ただ違う、わかる？あ、リニアだった。あれ動作点ストロークはこれは 2mm。結構長いです。で、総ストロークもちょっと長くなってます。さっきのは 3.4 だった、銀軸は。これは、4mm。続きまして、茶軸だ。これ珍しいね、茶軸は。茶軸はタクタイルです。総ストローク、あとアクチュエーションポイントまでの距離。これは1個前の赤軸と全く同じです。ただ、キーを押すのに必要な力。さっきの赤は 45g だったのですが、こちらは 55g となっており、ちょっと押すのに力が必要となっています。続きまして、黒軸です。黒軸は、1個前の茶軸とほぼ同じですが、押し込みに必要な力60。かつ、押し込み感。これリニアになってます。全然わかんない。こちらクリア軸だね。白。クリア軸の特徴は、押し込みに必要な力が 65g。これ一番必要です。で、クリック感はタクタイルです。なんかね、確かにサクっていってる感あるな。あと重い気がする。確かに。そして皆様大好き青軸でございます。こちらは今までの、軸にはなかった特徴がありまして、これはもう完全にクリックオンするんで、これだけはわかります。これだけはわかる。で、他の性能としましては、青軸は動作ストローク、アクチュエーションまでのポイントもちょっと長いです。総ストロークは変わらず、キーを押すのに必要な力は 60g。クリック感はクリッキーということでですね。こんだけね、様々な色の軸があるということで、この中から好みの軸を選んで、それを使っていくということになるわけでありますわな。格闘ゲームをプレイするにあたってですね、それぞれのメリットは、まずは一番簡単なのはこちらの、銀軸。銀軸は、動作点までが 1.2mm です。他が、2.0mm 以上なので、動作点までの距離が短いので、押した時に早くボタンが反応するということで、これはメリットですね。あとはやっぱりね、ボタンを押した時の気持ちよさでゲームやってますという方は、こちらの、青軸。で、こちら押してカチカチなるんで、格闘ゲームの醍醐味であるコンボとかでね、気持ちよくリズムよく押すことができるとか、そういうのは、ありますね。ですね、そこでさらに、僕が使っているデバイスのボタンなんですが、そちらは、実はこちらの軸は使っておりません。こちらは、チェリー MX シリーズという、一般的なキーボードに使われるスイッチなのですが、僕が使っている軸は、チェリーさんの MX ロープロファイルという違うシリーズの
軸を使ってます。で、ロープロファイルとは何ぞやと言いますと、先ほど銀軸が、アクチュエーションポイントまで 1.2 ミリの軸だったんですが、僕が使っているチェリー MX ロープロファイルクイックシルバー、銀軸ですね、アクチュエーションポイントまでが 1.0 ミリとなっておりまして、こちらの 1.2 ミリの普通の銀軸よりも、わずかに短いというものを使ってます。さらにそれを、加工して、だいたいね 0.4 ミリに全部合わせてるつもりなんですけど、で、これがいわゆるチェリーの今紹介した MX。こちらが MX ロープロファイルです。これね、アクチュエーションポイントが短いだけじゃなくて薄いんですよ、そもそも。結局この厚さって、デバイスそのものの厚さにも関わってくるんで、このスイッチが薄いことで、こんぐらいね、薄くもできるということになります。ボタンの方もね、これまたゲーマーフィンガーの次に僕が使うようになった、チューチューボタンなんですが、横にね、こういう風に端子が出るようになってて、横にこうして基板から出てきた線をつなげられるんで、これが縦だと厚さ必要でしょ。これ横にすることで横から、線をつけれるので薄くすることができるという仕組みになってるわけですわな。これロープロファイルを受けるようだから、多分そういうことも意識して作られてるんじゃないでしょうか。今ロープロファイルのスイッチ軸を使おうとしたら、俺が知ってる限りではその中国のチューチューが監修しているこちらのボタンか、もしくは最近なんか出てきてるかもしれないですね。割とこのロープロファイルスイッチが出てきてから時間経ってるんで、自作されてる方とかもいらっしゃるんで、そういった方に声をかけてちょっと売ってくれないかと言ってみるのもいいかもしれません。こちらにですね、まだ残っているボタンがあるんですが、また新たなメーカーさんであるサムドクサと呼ばれるメーカーさんのスイッチとなっております。で、こちらはですね、見た目は非常に三和さんとか精密さんのボタンに近く、押し心地もね、なんか割と三和っぽい押し心地ながら、キーボードのこのチェリーさんだったりとか、カイファーさんだったりとかを受けれる。これどうやって外すんだろうな。銀軸だ。でこれはサムドクサは俺もね、お店行ってこんなの出てんのって思ったぐらいなんで、サムドクサ一番新しいんじゃないですかね。でですね、こちらはすべてメカニカルスイッチというスイッチなんですが、最近ではタッチパネルやったでしょ前回。タッチパネルとかはあれは、静電気を利用した静電容量式のボタンだったりするわけです。で、その、静電容量っていうのを、コントロールすることで、自在にアクチュエーションポイントまでの距離を、変えることができるスイッチなんかも今キーボードの方では、採用されておりまして、それがオムニポイントスイッチとか名前がついてたりするわけですが、そういう商品も出てきてるみたいですね。それを格闘ゲームで導入している人は今のところはいないです。いろいろちょっと難しいポイントもあるみたいです。どうやら今そうアクチュエーションポイントが結構注目されるようになって、各メーカーさんも新しい商品をね結構出してるところだと思うんで、興味のある方は結構攻めてるものを選んだりだとかで、ちょっとチャレンジしてみて知見を深めるというのも、おすすめしたいと思います。全然違うじゃん僕らがこのボタンを押しただけでどの軸か判断するという、利きボタン。これ下ろせてます。下ろせばいい。はいギチギチ言ってるんですけど待って、俺ちょっとこういうのは俺時間使うからすっごい時間使うじゃないですか。こちらでございます。隣だった惜しかった。隣とか惜しいとかない